生きたか死んだかっていう発想は、そこがその勝負どころの駆け引きで勝ったか負けたかってことも、力勝負で勝ったか負けたかはそこであるから、スコアの問題じゃなくて、だから早く気がはいはい、生きた球と死んだ球ってよくはい卓球であるんですけど、それどういうことなんですかね、これ生きたの死んだ球。もうこれ結構生きた球死んだ球ってよく言うじゃないですか。でこれもちょっといろいろあって、まず一つ目分かりやすい方から、練習の時によく、生きた球、死んだ球っていうのをまず使います。でそれは一球練習、ちょっとバック対バックやってみましょうか。こうやって打ってる時に相手の選手はこうやって癖球出したりしますよね。でそれが適応するってことをしていかなきゃいけない。そう、普通にこうやって打っててもこうやって曲がってきたり、今そうナックルだし今のみたいな。そうでこういった癖球にも適応して、自分が例えば得意な打ち方があっても球がずれても何が起きてもそのまま返ってきても、返しましょうとか、同じように返していかなきゃいけない、でそれが実際に起きること、それが生きた球です。お互いに選手同士が球を打ち合って揉み合ってる時に生まれてる球が生きた球で、どれだけ精度の高いフォア打ちをしても同じ球を打つことはありません。人も違うし道具も違うし環境も違うし瞬間も違うので、統計的に見て似ているというくくりの球は同じというふうに認識してるだけであって、同じ球は打ってないわけですよ。それが時と場合によっていつも違うから、それを2人で打ち合うことによって変化がお互いに反作用で変わった球が飛んできてるから、それをきちんと捕まえて打つっていうのが生きた球の練習っていうふうに言います。生きた球の練習、で、次のところが、球出し練習。球出し。そう、ミドル、バックフォア、ミドルバックフォアって言ってみようか。ミドルバックフォア、ミドル、バック、フォア、そうミドル、バック、フォア、でこうやってやる練習、フットワーク練習なんかでよく球出し練習しますよね。これは球が揉まれてないんで、これは死んだ球。でもメリットとデメリットが違って、球出し練習ができるっていうのは実際にその打ってる球よりもピッチを詰められるんで、球が本来折り返されるよりも前に球を出せるんで俊敏さを作るっていうメリットがある練習なんですよ。だけどそのことで高速化する体の使い方ができても、いった球をどうやって受けるかっていう球の回転そのものの性質を認識することができないんですよ。だから球出し練習の球は死んだ球って言います。だけど成果があるかないかの話と球が生きてるか死んでるかっていった時に、だから球出し練習はたくさんやって俊敏さを作るっていうのは大事なんだけど、俊敏さができたら次は1球練習でちゃんと確認練習をちゃんとやって、そうです。だから要するにあれですかね、卓球もやりたい時は人ともやらないと卓球はその現実を理解しなきゃいけない。である一定までは相手がその許容範囲内の球を送ってくるから、死んだ球の練習でも大体返せるようにはなるけど、だからロボット練習なんかもいいんだけど、ロボットだけで練習するっていうのは球の威力を上げても、いった球が返ってくるという想定がちゃんとできる練習しないといけない。だから生きた球死んだ球っていう表現は卓球のこの練習から試合まで全体まで考えると
そういう表現がまず一つあるということですね。この紹介は結構結構名前のあるような講習やってるような先生方もこの話はしてると思いますね。はい。そうなんです。はい。で次に生きた玉死んだ玉という表現で難しいやつ。玉を生かしたか殺したか。そうわかります。生きた玉死んだ玉ということと玉を殺すか生かすかって話でちょっとニュアンス違いますよね。ニュアンス違うんですけど言うんですよね。試合した時に。じゃあちょっとこれはね月で紹介してみようかなと思うんですけど、そうちょっと僕レシーブしますね。レシーブ。そうサーブしてください。はい。ちっちゃい。はい。これが殺した玉。死んだ玉。そう玉の勢いが相手の玉を利用して何をするかなんだけど、勢いを無力化してもう力のないものにするっていうことが殺す。その玉苦手なんですよね。殺された玉、死んだ玉嫌いなんですよ。そうか。これだから死んだ玉なんです。これ利用しづらいんですよね。で殺すというのはだからエネルギーはで考えるんですけど、エネルギーは速度と回転しかないから速度を殺す回転を殺すなんだけど、今のが両方殺してる状態。両方殺してめっちゃ殺してる。本当に殺してるっていうのはここでこうすることだから。確かにそうですね。本当大関係だし、本当に。ただ本当に言葉の意味として。これが本当の殺すだから。そうか勢い。こうすれば殺しても。で無力化する。だからこの弾が無意味な弾にする。じゃあ殺す弾を出せるってことですよね。みんな狙って出してるか。これいやでも殺されてますわ弾。殺されてる。ごめんね、もう一回ね。殺されてる。そして死んだ弾。やりづらいんですよね、本当に。死んでこない。そういう表現。で、生かすっていうのは、もう一回次でいきますね。こういうのが、回転を利用して増強する。生きてるけど質だけ。生きてるけど。そう。増強する。だるいっすね。生きた玉と死んだ玉。ね。両方使われて結構きつい。きつい。で、それが生かしたか殺したか。面白いっすね。プレーでできるってことですもんね。その応用で、今のはリフトっていうことになるんだけど、フリックやリフトっていうのはその相手の球の力を無力化しつつも生かすとか、そうでこれってレシーブの原理から考えていくんですけど、レシーブって順番があって、まず第一段階は捉える、でその次に返す、そして操るのこの3つが大事なんですけど、操るっていうのは球を返すってことができないと操れない、返すと操るは球を捉えないと返せない、だからきちんと球を捉えていて生かすためにどのテクニックを持ってるのか、で殺すためにどういうテクニックを持ってるのか、生かすためにどういうテクニックを持ってるのかという順番なので、まず最初は殺す努力、で生かす、使い分けできるとすごくいいですね。確かにちょっと強い横回転とか出してくれる？強い。そう何にもできないと、今見てそうこうなっちゃう、何にもできないとこうなっちゃう、でこの力を殺さなきゃいけない、そうですね。殺された。そう、球の勢いをそういう使い方も殺すと言うってこと。そう、それができないと次に操るはできないから殺せないんだから。そうか。上書きできないんだ。そう、上書きレシーブできない。そうでこれが利用する、だから生かした、そうごめんね、そうこれが生かした、そうだからそういうことを考えて生かしたか殺したかを考えると良くなる、そしてさらにこっちが生かしてるわけでもないのに
生かされちゃう。ああ、打たされるとかですか。いやじゃなくて、こっちが、何にも考えてないのに強い球になっちゃうだから良かれと思って出した球が逆効果になってる時、それはこの人との相性で最初から何も考えなくても球が生きちゃうから、それ相性が悪いから、もう例えば今の回転だったらもうこれが合っちゃうんだからもう逆回転にしないととか。ああ、そういうことですね。今打たれちゃったから、そうそうそう来た球されちゃうんだったら、そうそう書き込みさよう。そうこっちだと根拠がなくても、もうそれはもう合っちゃうんだから、もうそれは避けないと。確かに合っちゃうんですよね。相性っていうか。そう合っちゃうのがあるから、これ効くけどこれ効かないっていうのが。だから生きたか死んだかっていう発想は、そこがその勝負どころの駆け引きで勝ったか負けたかってことも、力勝負で勝ったか負けたかはそこであるから、スコアの問題じゃなくて、だから早く気がついて、それはもう違う球っていかないとっていうふうに思わなきゃいけない。生きた球こう合っちゃう、相性悪い、横回転出すと相性悪い。自分が一番自信がある球がこの人は何も考えなくても合っちゃう球の時があるから、ロングにしようとか、そう長さ変えるとかそういうことだけでも変化を作っていかないとどんどんこっちが有利になっちゃうから、だからこっちが知らない間に勝っちゃってるみたいな試合も実際ありますよね。あります、めっちゃありますね、それは。うまくその勝敗っていうか、いやいいですね、試合でも。今僕がちょっと試合を考えてコメントしてる言葉があるんですけど、それは違和感。手応えっていうのと違和感ってつながってるから、あれなんか違う、何っていうことじゃなくて何か違うって思うこと、何か違うっていうのが自分が不快に思う方につながってたら、それはずれてるってことだから、目標とは違う方向行ってるから、それに気づいたら、そうじゃない。じゃあ違和感っていうのは大切。そう違和感が直感になってない選手はどんどん手段が遅れて負けるから。確かにそうですよね。だからそこ言っちゃうと基礎の練習がすごい大事で、基礎の球をきちんと出せるから、それ以外のレシーブやそれ以外の行動を取った時に、この選手は違うって思うってことでしょ。そうですね。本当はつっつきしかできないはずの下回転の完成度でドンと出してるんだけど、払ってきちゃったってなったらそれ違和感じゃないですか。そしたらその選手にその球出してたら負けちゃうことだけは分かってるから、別の手段に移り変わらないとっていう、早くそのスイッチを入れるための行動。そのフリックが相手が見せてたらそれで、それでいいんです。続行でいいわけ。違和感じゃなくて、よしよしって感じ。そういうことです。打たれたら違和感。普通は入んないのにな。卓球の場合は思惑通りに進めることが難しいから、自分の直感通りに自分の理想通りに進んでるってことがあったら、それを緩める理由ないし、そうじゃないことがほとんどなんだけど、そうじゃないっていうふうに一括りにするんじゃなくて、そうじゃないのにも種類があると思うから、この違和感はこれ、この違和感はこれ、違和感の方を部類分けするのって難しいから、このサーブ出してる時はこっちに飛ぶはずなのにあっちに飛ばしてくる人がいるみたいな、それはその選手の特徴だから、そういう認識できるようになるといい判断がすぐ。確かにそこまで考えられるようになったら、もうその時点で発想は上級者ですよ。勝ちは競った時に勝てる流れができそうな気がします。これ結構重要な、サーブレシーブのところでね、重要な。そうですね。やっぱじゃあ生きた球死んだ球って結構判別するのも大事。ちゃんと理解することがやっぱ大事なんですね。そうです。相手が無力化するって、相手の力を無力化するってことは、やっぱり自分にはその球は無抵抗もう影響ないんですよというふうにできるから。なるほど。それは強くなれると思います。なるほど。じゃあそれじゃあもう死んだ球も生きた球も一応対応できるようになってくるといい。出せるのもいい。出せるようになるのもっていうか。両方。なるほど。例えばその相手が例えば死んだ球、ラリー中とかだったら。生きてる球で打ってて、生きてる球だと強い人とかもやっぱいるんですよ。生きてる球強くて、なんかそう勢いのないなんか止まるような球に弱い人とかも結構いたり。ですね。そういうのを途中で気づいたりすることも。そう。ガンガンやると帰ってくる。でもなんか勢いない短いストップしたりとか、ちょっと遅いループ、手前に浅いストレートとかで、ある意味死んだ球みたいにすると。
切れる相手が切れて終わったみたいなそう思い込みや理想が高すぎると、それ以外の球が来た時にテンパるんですよね。ああ、なるほど。だけどそれ以外の球が来ることの方が多いわけだから、そうなんですよね。だけどじゃあ多いからって言ってばらつく球で練習になるかって言ったら、想定練習ができないってことは、速い素早い条件発射はできないってことだから、だからまずは目標となる球なのか否かっていう見方をするように工夫するとちょっと違いが出てくると思ってます。じゃあじゃあ戦術も自分で広げられるってことですね。そうですね。生きた球と死んだ球両方使えるっていう。ありがとうございます。生きた球死んだ球のこう判別方法はものすごい重要だと思いますね。やっぱ大事ですね。はい。レシーブセンスはもうそこで決まってきますよね。まあそうですね、確かに。単純にいないところにポンって返そうっていう判断も、最初はそれが発想が単純すぎていいかどうかやってみないと分かんないじゃないですか。でもこれ手が届かないんだから抜けると思ったらそれ有効だなんで。まあそうですね、抜けてたらもうその球を殺して作ったか生かして作ったか、生かして少しでも生かせれば球の速度が少しでも乗れば空振ってくれる率が上がるわけですから。そうですね。確かに。その判別は大切ですね。ありがとうございます。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。